皆さんこんにちは。さくなぎチャンネルの桜井なぎのです。このチャンネルではイラストやアニメ、デザイン、音楽の制作風景や日常の一コマを動画にしていきたいなと思います。今回はイラストを作成する様子や朝ごはんの紹介とお手紙をいただいたので、その返事を書く様子をまとめました。それではどうぞご覧ください。おはようございます。これから朝食を作ろうと思います。朝はだいたいヨーグルトか和食を食べていることが多いです。今日はあまりお腹が空いていなかったのでヨーグルトを食べることにしました。いつもは一番下にグラノーラかシリアルを入れるのですが、今日は初めて買ったオーガニックコーンフレークビターカカオというものが美味しそうだったので購入してみました。チョコレートが好きなので写真でパケ買いしてしまいました。ちなみにこちらはコープさんで買いました。私はスーパーへ行くと情報量の多さと人混みに疲れてしまうので、お買い物は1週間に一度ネットのコープさんでまとめ買いしてお家まで宅配してもらっています。買うものはだいたい決まっているので、今度はそちらの紹介も動画にしたいなと思います。さて話は戻りまして、ヨーグルトはいつもブルガリアの無糖のものを使っています。ここにバナナを1本トッピングしていきます。その上には冷凍したブルーベリーもトッピングします。このブルーベリーは実家の庭で育てていると言っても手をかけているわけではないのですが、木を植えただけでこの時期は自然に実がなっています。父が収穫してくれたので持って帰ってきて洗って冷凍保存したものです。無農薬でたくさん食べられるのが嬉しいです。最後に蜂蜜をかけていただくのですが、実はこの蜂蜜も父が養蜂したものを毎年送ってきてくれます。ちなみにこれは父の仕事ではないのですが、ちょっと特殊な職場環境なので仕事場の一角で養蜂しているらしいです。面白いですよね。父は結構何でも作るので、海水から作る塩なども一緒に送ってくれます。さて一緒にネスカフェゴールドブレンドのノンカフェインのインスタントコーヒーを作っていきます。最近はほとんどカフェインレスのものを飲むようにしています。カフェインを摂りすぎると不調になりやすいので、カフェインのコーヒーはたまにカフェに行った時か、時々自分でドリップで入れる時だけ飲むようにしています。コーヒーはブラックで飲むことはほとんどなくて、いつもは牛乳か豆乳を入れます。今日は豆乳がなかったので牛乳を入れていきます。このシリアルなのですが、本当にビターで思ったより全然甘くなくて、ちょっとフルーツがより酸っぱく感じたので、普通に牛乳をかけて食べた方が美味しかったです。ヨーグルトを食べるときはいつもノーマルなシリアルかグラノーラなのですが、そっちの方がヨーグルトには合いましたね。このビターのシリアルを食べるときは牛乳をおすすめします。現在ライブドアブログでくちばしちゃんとルーの日常というタイトルの4コマ漫画を描いています。これは今年の3月から描き始めて YouTube のショートの方にも上げているのですが、
最新話はブログからも読めますので、よかったら概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。ただいまその4コマの新作を書いているところです。こちらは不定期更新となっておりまして、目下の目標は更新頻度を上げていくことです。使っている機材についてなんですが、イラストやアニメを制作するのに使用しているのはマウスのパソコンとワコムの 13.3 インチの液晶タブレットです。また液晶の傷防止とペン滑りが少ないようにエルコム製のワコム1 13紙のような書き心地ペーパーテクスチャフィルムケント紙タイプを貼って使っています。この液タブを使用する前はかなり安価な海外製の液タブを使っていたのですが、実質使っていたのは 2,3 ヶ月くらいだったと思うのですが、その後1年くらい使用していなかったせいか、電源が入らなくなってしまい壊れてしまいました。ですので個人的には液タブは安価すぎるものはおすすめしません。安価なもので試したい場合は液タブではなくペンタブの方がまだいいんじゃないかなという気がします。こちらは個人の意見なので参考に留めておいていただければなと思います。今日は数日前に誕生日だったこともあり、友人とその娘の小さな友達のけいちゃんからお手紙が届いたので開封していきたいと思います。けいちゃんはまだ6歳になったばっかりで、ひらがなを覚えたてのため全部ひらがなで書かれているのですが、それがたまらなく尊い気がして宝物をもらっているような気持ちになります。友人から手作りのビーズのネックレスが同封されていたので試着していこうと思います。今年もビーズのアクセサリーが流行っているので、可愛くて使いやすそうなおしゃれなデザインでとっても嬉しいです。返信に使うシールやレターセットの紹介をしていきます。ハートのループ状になったデコレーションシールです。ハートが小さくて装飾に使いやすいタイプのシールです。いろんな花やジュエルや動物が描かれたものが入ったフレークシールです。ふわふわの犬のシールです。こちらは私が小学生の時に買ってお気に入りだったものを実家から発掘してきたものです。こちらは鳥さんというイラストレーターの方の個展を見に行った時に購入したフレークシールです。可愛らしい恐竜のイラストが描かれています。こちらも同じく鳥さんのハガキです。封筒は100均のセリアで見つけたウィリアム・モリスの柄が内側にあしらわれたものです。私は子供の頃から文通がとても好きで、何人かの先生や同じ世代の遠くに住む友達と文通をしていました。文通という文化が今でも好きで、たまに高校の頃の恩師に手紙を書いたりすることがあります。今度は大人になってこうしてけいちゃんに手紙をもらったり書いたりする時間があることが貴重で、とても嬉しいなと思います。またけいちゃんは絵を描いたり工作が上手なため、手紙をいつも可愛くデコって送ってきてくれます。前回はまだ文字があまり書けなくて絵を描いて送ってくれたのですが、今回は全部ひらがなで書けていたので成長を感じますね。さて、話はイラスト制作のことについて戻るのですが、私がイラストを本格的に描き始めたのは去年の6月頃になります。もともと何かを作ったり描いたりするのは好きだったんですが、岐阜が油絵を描いており、それに感化されたところが大きい気がします。岐阜は定期的な展示会にも出展しており、精力的に活動しています。また私の祖母も水彩画を昔から描いており、
個展などを開いたり精力的に活動していました。そういったことが直接的な刺激になった気がします。それまでは絵が絶対的に上手くなければ人前に出すのははばかられると思い込んでおり、絵を描くこと自体に蓋をしていた気がします。でも、のびのびと描いている岐阜の姿を見て、私も好きに描いていいんだと勇気づけられました。何かオリジナルで描いてみたいと思い、出来上がったのがくちばしちゃんとルーの日常になります。誰かのクスッと笑える、そんな瞬間になればいいなと思いながら描いています。さて、封筒が完成したので、この後投函してきました。今回の動画はいかがだったでしょうか？今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、いいねやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。